時々夢で見る幼い頃の俺は、暗い森の中で膝を抱えて震えていた。永遠と思えるほどの長い時間、救われることのない孤独と絶望。それでも俺は誰かを待っていた。差し出されるはずの温かな手を。夢から覚めれば、またいつもの毎日が始まるだけ。その繰り返し。現実では何も感じない俺はきっと、何もかも感情さえも過去に置いてきたのだろう。俺の過去に何があったのかもう興味はない。暗闇で息を潜めて生きる悪党、それが俺の現実であり、そこに過去は必要ない。俺の親父は面倒を見てくれるお頭で、兄弟は悪党の仲間連中だった。そう思うことにしていても、時々頭をよぎるのは、本当の俺はどこの誰で何をしているべき人間なのかということだ。口に出せば全てを失ってしまいそうな気がした。だから仕事に没頭した。誰かから奪うことにも、誰かを傷つけることにも意味を持たせないようにした。それは俺が家族といるために必要な大切な役割だと思いたかった。俺は親父を一度だけ裏切った。ほんの気まぐれ、反抗期、若気の至り。きっかけはその程度のことだった。しかし、指示にない殺しをやったことで、兄弟たちの命を危険にさらした。結果、俺は親父に殺されかけた。睨みつける俺を、親父は言葉もなく抱きしめた。俺はなぜだかわからず泣いた。その時俺は思った。ああ、この人が俺の親父でよかった、と。俺は、ここにいるのだと。ある日俺は、親父の命が死角に狙われていることを知った。それが手強い相手であることも。親父を守ることは、兄弟を守ること。だから俺は、死角を返り討ちにすることにした。家族に手出しする奴は、誰であろうと許さない。俺にはあいつらしかいない。家族はあいつらだけだから。情報通り、そいつは本当に町に現れた。旅人を装ってはいたが、まるで素人のように無防備に見えた。この俺が、殺すことを躊躇するほどに。だがやるべきことをやる。その決意さえバカバカしく思えるほど、決着はあっけないものだった。死を確認するため顔を近づけたとき、懐かしい匂いがした。夢の中でいつも感じていた匂いだった。その時、冷たいものが背後から俺の体を貫いた。すぐに体は生温かくなった。倒れた俺を見下ろすように、親父と兄弟たちが立っていた。これであの一族はもう終わりだと、誰かが言った。それがどういう意味なのか、考える力も残ってはいなかった。
俺はまた一人になった。